それでは AutoCAD LT 使い方 .com 講座を始めます。今回は Excel の XY データ座標から作図するの2回目です。前に、Excel に XY 座標を入れてそれをポリラインでつないで作図する方法を紹介しました。今回は円を描く方法をやってみます。前と同じようにここにコマンドラインのとこに、コマンドと、座標を入れるんですけれども、でその入れる座標を Excel であらかじめ入れといてコピーしてここに貼り付けると。やり方は同じなんですけども、それがポリラインから円になった場合はどうなるかということなんですけれども、これ、考え方として AutoCAD LT がどんな動きをするかと、どんな風にコマンドを聞いてくるかっていうのを掴んでおけば、どうやればいいかが分かるようになります。例えばですね、円を描かす場合に、ここに円コマンドだとサークルですね。C まで入れると先頭にサークルと出てくるんで、これスペースで確定します。そうしますと、円の中心点を指定と、中心点を聞いてきてます。あと中心点をクリックして指定すると、今度円の半径を指定と出てくるんで、円の半径を今度指定します。聞いてきます。ってことは、まずサークルっていうコマンドを聞いてきて、コマンドを入れてやって、その後に円の中心を AutoCAD LT が聞いてきて、入力してやると、指定してやると、今度は円の半径を聞いてくるんで、円の半径を指定してやると。そんな順番になってるんで、これを Excel に入れておくわけです。まずコマンドを入れるんで、サークルと、円コマンドのサークルを入れておきます。次に AutoCAD LT がサークルと入れたら中心を聞いてくるんで、中心の座標を聞いてくるんで、0、0と入れておくわけです。そうすると今度は円の半径を聞いてくるんで、例えば100とか入れておくわけです。で、これを範囲選択してコピーしておきます。で、AutoCAD LT に切り替えて、コマンドラインをクリックして、ここに Ctrl+V で貼り付けてやると、こんな感じで円が描けると。ちょっと確認しますと、オブジェクトプロパティを開いて、この円を見ると、半径がちゃんと100になっています。で、中心が0、0になっています。なんで、Excel で入れたデータ通りになっていると。こういう感じになります。もちろんですね、この直線でやったみたいに、X 座標を0と入れて、Y 座標を0と入れて、で、ここで X 文字はカンマなんで、コーテーションでくくって、文字列の結合は&なんで、で、Y 座標と。こんな感じで、X と Y を別の列に入れておいて、それをここの隣の列で結合させると。で、ここはサークルと。サークルの円コマンドを入れて、ここに半径は入力と。こうやってももちろんいいです。Ctrl+C で、ちょっと消しと、わかりやすいように消しておきます。ディレートキーで消しておいて、こういう感じで書く方が、より実務に近いとは思いますので、こういうやり方でもいいです。以上で、解説を終わります。